てください。はい、お願いします。こっち前ですね。おはようございます。すみません、よろしくお願いします。今日。雨やね。そうですね。娘がバイトしに来るわ。本当ですか。一番下ね。中学中3。すみません、今日お邪魔します。お願いします。あ？買いに来る。あ、買いに来てる。あと牛乳。あともなんか作らない。もう小学校から来ようけんね。よかった。ちょろっと骨も抜いたりするよね。まあ大体感覚なんやけど、コップにしかこういうね。はい。これを今日こんぐらい捨てる。ラーメン作りようときにこうやってまあコップとか入ったんやけど、これが多いときはこうやってちょっと抜く、まあ捨てるっていうか抜くんよね。でもこれはずっと継ぎ足しときゃうまくはなるよね。うちのも草うまいやね、うまいね。濃厚じゃなくてね、こうさらっとしたラーメンの温度が薄いんよ。その水に近いけん温度が高くて冷めづらいっていう。替え玉2、3回しても全然ぬるくならんもんね。これは火入れやね。これ継ぎ足しのやつや。これずーっと継ぎ足しとっちゃう。火の入れ方とかもちょっと最近変えたりしとる。今ね、週に1回ぐらい夜まで火入れしよっちゃう。要は 10時間ぐらい火入れをしてるわけよ。どうしても火つけとと、やっぱうまみがすごい増すっちゃうね。これ腹の脂ね。これ背ガラね。背ガラにもいろいろあるけん。これ背骨の方だい。これなんかこの脇の方なんだ。肉がいっぱいついたよ。そういうのが変わったかもね。例えばこれだけじゃなくてこういう肉付きがいいの。骨よりか俺どっちかっていうとこのなんか肉を入れようイメージなんよ最近。沸騰させるぐらいの温度98度とか乳化させたいねうちはね。これチャーシューね。今火入れとるだけよ。これ冷ましたらもうラーメンだれ返しに入れるだけ。返しはしょっぱくないと絶対ダメよね。これ自体には塩味入っとらんけん。それも一応ね継ぎ足しなんよね。2日に1点ぐらいこうで、それも殻には刺しとらん。麺とかも変えずに。麺変えん。俺はこの青木の麺がねやっぱ合うと思っちゃう。最初の一口目の麺の香りとスープの香りがすごい俺は圧倒と思った。やっぱ一口目って結構大事だよね。熱くて麺の香りとスープの香りがガッてくるやろ。そのインパクトが好きやね。これ何十円するよ。値段ってずっと1000円のままなんです。いやマジで高えよ今。まあでもまだギリやね。ギリいけっかって感じやね。とりあえずこのままやな。あとはもう沸いたら終わり。買ってきてもらったんですか。そう牛乳。これ牛乳毎日飲む。酒飲むけんさ痛風も取っちゃう俺。あ、そうなんですか。もう昔からないけど痛風にはなんかこう乳製品がいいらしくて。T シャツは何なんですか。福岡のうどん屋さんなんやけどお客さんにもらったんよ。その福岡の人みんな知ったんやけど福岡の好きなうどん屋が負けうどんなんや。なんで3時間しか営業しないっていうか、なんで昼だけなんですか。いやそっちの方がうまいけん。もう出す配数決めとんけんね。最近配数をね結構ちょっと前よりかはあんま出ないようにしとね。
最近もう今は出ても80やね。この釜に対してはどんぐらいの配数がうまいっていうのがもう今分かっとるけん、もう2時半ぐらいにはもう終わりよって今やっとるけん。あ、そうなんですか。そんぐらいが一番うまい状態が続くねって最近はね、配数出しゃいいってもんじゃないけど、まあ俺はねそういう考え。金じゃないよ、無駄な金持ってってどうせ無駄なことに使うだけや。その後スケジュールとして飲み最近よく行くのはこの通りの杉っていう焼き鳥屋ね。いやうまいよ、安くてうまい。結構夜遅くまで飲んでるんですか。まあ飲むっちゃね、もう飲み始めたら終わらんけんね。夏は海行きよったね、サップにはまってさ、で軽く飲んで帰ってくるんやけど最高よ。一回ついてったらもうね、あと森と行ったろ。じゃないですか。一緒にサップしても。いやサップ、あ、そう一回乗ったよ。ちゃんとこれ入れて。変わったのはこのトッピング今入れよう。そこに置いとっちゃう、全部100円。よし、あげるか。またあれですか。ルーティン。10円値上げしたんやこれ。仕事前の一服は外の方がよくない？もう3時間進めんけど。これは変わっとらんの。はい、じゃあ食べ終わった食器はこちらに返却お願いします。階段お願いします。もうちょい前ですね。座って待ちたいんでお早めに来ます。出身は九州です。もともと九州で結構塩味が多分最初来るのが多いと思うんですけど、豚骨ってなんか甘いんですよね。最初スープが最初食べた時もびっくりして、それからハマったって感じで。誰が作るの？あ、お客さん。お客さんが面白いやつ作りましょうよっつって1000円を吸い込むだけの機械。はいどうも。
身なんで豚骨の匂いするよね。ですね。お店入った瞬間でもこれだなって思いましたよね。あ、もう地元って感じの、これこれってなって血液豚骨でできてるようなもんだからね、生まいやれたですね。時からね。はいはい、どうぞ。胡椒とラーメンの替え玉用のタレと、あとごまと、あと味の素だよね。替え玉した時からこの味の素入れる方がうまいと思って。あ、そうなんですか。そのやわにすると結構小麦がパッと香るような感じになるのが好きで、豚骨ラーメン肩頼む人いると思うんですけど、やっぱやわ頼んでもらうとすごくもうちょっと違う風味が楽しめると思いますね。食べようか。朝牛乳しか飲んでないんだよ。それいただきます。うまい。これ最初はもう何も入れんとよ。毎日食える。飽きちゃったりしないですか。飽きんね。俺の食べ方があるから。最初はもう何も入れんね。とにかくもうダッシュで食う。2杯目はから。まあ、ネギ、追加のネギがある。追加のネギ入れるやろ。で、キクラゲ、トッピングのね。はい。で、俺はごま。ね、はい、2回目の替え玉。次ね、高菜ね。高菜入れて、でニンニク入れます、ここでね。ここでね、丼の端っこでこうやったらきれいになる。で、ここで味の素だ。これは俺の食い方2回目ね。まあ、分かりやすい味になるよね、ニンニクとか。味変やね。食うな。どうして手伝ってるのかなって言って気になったんですけど。いつも一人で大変だから。そんなこと考えてくれたの。これから欲しくない。お父さんどんな人なんですか、娘さんから見て。優しい人だっためっちゃよそよそしい。昔ね、俺子供の時に食べよったラーメンってね、草間っていうさ、豚骨の匂いがするやろ。そういうラーメン食って育ったけ。もう今こういうお店少ないんやけどね。地元行っても結構少ないよ。取材去年とか結構受けました。結構受けた。今年は多分初よ、多分。もうこたつともね、なんかほら、毎回同じような感じになるやろ。お客さんも飽きるかなと思って。体動くんやったらやりたいよね。今3時間やけん。もう自分がじいちゃんだったら、もう1時間とかでいいんやない。やっぱ仕事するのが好きやしさ。こうやって体を動かして自分ができる範囲でやって、こうやって酒飲むぐらいの毎日でちょうどいいよ。
店を広げたりとかそういうことはないずっとワンオペってこそうやねとその目指す味みたいなもう今目指す味になっとんねんねもう毎日食えんくなるような味だったらダメやねいつも一緒に帰ってるんですかいや今日遊び行くあそうなんですね、今日ブックオフ行って俺はもう飲み行くにしよう俺のね第二の時間や夜中になんで駒狩りするようになったんですか俺もともと駅前でずっと店やっててそこ区画整理で公開してなくなったからで健太さんとずっと知り合いで夜使ってないから貸してくださいって言って借りてじゃあ全部終わったんででも上着とかねこのままよこのままですか今暑いよでどうせ夜また飲み来るけんあこの寺田さんの方にじゃあお疲れしたはい失礼しましたはい